韓国ソウル地下鉄シンデバン駅。着いた地上駅やからこうやって上から出てくる。生活感純度 100%、 これぞリアルソウルという雰囲気の街。さて今日行くところはこっち。今日のお店は駅から少し歩く。そんなシンデバンの街をこっちわさびが今日も行く。駅からは複数の行き方がある。こっちかこっち。もう一つの道はかなりの坂道やからいろいろ店もあって賑やかそうやし、こっちから行こうか。少しは暖かくなってきて歩くのも気持ちのいい季節。なんで温泉、漢字でも温泉って書かれてる。こんなとこに温泉あるなんて初耳やぞ。俺温泉好きなんよね。温泉コピー、源泉でコーヒー入れましたとかではないよね。使ってよし飲んでよしなわけがない。でそのすぐ下にはメッチュ。ビール飲んで温泉入ったら救急車呼ぶことになるから。温泉っていう店の名前なん？そんなことある？そりゃそうや、こんなとこに温泉あるわけないもん。もちろんこの辺は観光地とかでもないから道の左右には住宅ばかりが見える。どうなんやろ、暮らしやすいんやろかこの辺。ずっと道なりにまっすぐ。スーツ屋さん？イテリーやと思ったらインテリ？そんな時現れたシンデバン市場の文字。看板とかではなく道に書くスタイル。こじんまりとした市場やな。その中に入っていく。ここにも観光的な雰囲気は一切なく、この辺に住む人にとってはなくてはならないような市場。そんな雰囲気、超ローカル感の漂う通りの中にその店はある。着いたー。早くもこし。遊んじょぎ抜きめいよりるもぐろはそうよ。今日のお店はソンサンドゥンカル。営業時間はブレイクタイムなしの11時から22時40分まで。40分？霧のいい23時を諦めた20分の妥協。久々のバックリブ、楽しみや。入店です。こちらのメニューはほぼこれ一本。俺が選ぶんは味付けのみ。上からあんめ、チョメ、コンメ。これ韓国語わからんかったら 100% わからんよね。あんめはあんめっタ、チョメはチョックンメッタ、コンメはこんなメッタ。あとは辛さ救済措置でチーズがあったり、ジュモッパ、冷麺なんかも置いてある。マシヌンゴ가족과함께 포장 가능。なんか俳句みたいになってるやん。じゃあ注文や。 사장님, あれ聞こえてらっしゃるかな。 주문할게요. 네, 안매 2인분 주시고요. 네, 안 매운 거로 드세요. 예, 그리고 진로 한 변 주세요. 질러 하나요? 네. 네. 많이 매워요? 매운 거? 소매 같은 경우는 신라면 정도 맵기, 양념이 있지만 아. 건매 같은 경우는 좀 매니아들 있는 거죠. 겁나 매워요. 그다음 불닭하나가 좀 많이 맵어요. 안 매워 드십시오. 그건 안 매를. 예. 네. もうけはしない。なんか言われた。 스푼에서 한 15분 봐야. 네네, 알겠습니다. 向こうで焼いてきてくれる。次ここに来るときは食べるときや。店内はアットホームでどこかノスタルジックな雰囲気。よっしゃ、そろそろ食べる準備をしていこう。まず来た。待ってる時間はこいつと戯れるぐ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 る。バックリブのように瓶の中にも立派な骨ができたでローリング。リアル先生、あかんあかん、まだ落ち着くことは許されない。これからがっつり骨付き肉が来るんやから。その前に本日最初の一杯。バックリブだけに骨抜きにされる。看板の恩の丸に春の影。
ありがとうございます。社長さんが来られて弱火で火をつけてくれた。そんな時準備していただいた基本のおかずはムクサバル、キャベツのサラダ、タレに使った玉ねぎ、最後に置かれた軍手とビニール手袋。これ出されたら絶対これから食べたい。シャキシャキ氷の中にはキムチとドトリム、ごくりとよだれが出る。スプーンですくえるだけすくう。余計な欲はカット。すぐさま口に運ぶ。やたらと済ました顔してるのに記憶に残るタイプの脇役。俺これ好きやね。スプーンじゃ足りん。器ごとごくり。本当は肉を食べた後の熱をこれで冷ますのが筋なんやろ。でもな、スルスル入っていく。俺の顔が映るぐらいまだ綺麗な鉄板。もうちょっとかかるやろな。手はキャベツのサラダ。もうこれでも食べとかんと口が落ち着かへん。大きく取った分だけパクリ。一気にシャキシャキ感が広がった後、もう一確認。基本のおかずでいっぱいいくのも俺の得意技。正直向こうの方で何やら音がしてるからそろそろ来るんちゃうか。景気づけ。足音が近づいてくる。감사합니다。追加のおかずが運ばれてきた。キムチチゲ、そしてケランチン。そうそう、さっきのあれだけじゃおかず少ないな思ってたんよ。まずはケランチン。おそうせよ。もうこれは夫婦必須。見てたら早く食べたくなるわ。プルプル。こういう料理は湯気が出るもんやからパクリ。ん？リクパ。反対に言って演出ではないガチのドキュメンタリーや。いやー、びっくりした。一口ではなく半分で。熱いけど柔らかくてこれは落ち着く。もう半分もパクリ。あんね、再びリクパ出るとこやったで。熱くてもだえる。なんでこの男は冷めるの待たれへんのや。ケランチムとのコントが終わった時、目の前に置かれる。円を描くようにドゥンカルビが置かれる。요 중앙이나 오기 전에 다 익은 거니까요. 네. 탑니다. 필요한 거 있으면 좀 배를 눌러주시고 네. 맛있게 드세요. 감사합니다. 왼손에 장갑 끼고 드세요. 오른손은 수저들까지. 네。とっても親切な社長さん。さっきの社長さんの言葉通り、まずはプロテクト装置を装着させていく。軍手、そしてその上からビニール手袋。これで俺の左手はアキラの鉄夫に大変身。まずはこの手前にある大きなお肉から。顔に近づけるとよくわかるでしょ。この大きさ。色もええ感じや。もう待ちきれん。端っこからガブリ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 と一口。似たでしょ。骨からスッと外れる柔らかさ。なのに分厚く、噛むたびに感じるジューシーさ。こりゃ仕事されてるわ。一気に食べたから、あとは骨の周りの肉をリスのようにガリガリ。結局手袋つけてへん方もこうなってまうんよね。除夜の鐘かと思ったで。せっかく運ばれてきてたのにまだ食べれてなかったキムチチゲ。これも夫婦必須。パクリと入れたらやばいでやばい。折り切り大成功。口に残る油気をキムチの酸味で洗い流す。こうなったら事前準備のガマちゃん。目は一点集中。お肉を見ながら口も事前準備。再び一本。食いしん坊スタイルの完成。全神経を10秒後に訪れる咀嚼のための一杯。流れを完成させる。骨からお肉を引きちぎっていく。俺の欲望をなめるな。こういうバックリブって骨だけ大きくて食べる肉が少なかったりする店もあるけど、このお店はほんまにそんなことないから噛みちぎる快感を与えてくれる。ちなみにアンメやから全く辛くない。また左で使ってもうたけど、このボリュームの前では手なんか気にならない。多分これも口が油っぽくなってきた時用に用意してくれてるんやろな。玉ねぎを使う。
絡まってちょっと多いけどパクリ。言うても玉ねぎやから特別な味ではないけど、ないのとあるのとでは雲泥の差。立て続けのもぐもぐで少しお口の周りを拭いていく。俺こういう骨付きのお肉を見るとやりたくなってまうんよな。左手は犠牲にしてでも、その前に静かにガブリ。孤高のハンター、骨の髄まで狩り尽くす。 DNA が騒ぎ、歴史がうずき、戦士の記憶が呼び覚まされる。両手でガブリガブリ。きたきた、肉汁のないやがら。濃いだがくどくない。この料理を目の前にして上品に肉を食おうなんて野暮な考えは捨ててしまい、右手左手を大忙し。両手でガツガツいっちゃうとこういうサラダが欲しくなる。もうよう考えられてるやん。完全にお店の手の上で操られている。ここでようやくガマちゃん。キャベツに続いてこいつも今までの荒々しい宴を鎮める使者になっていく。次へと向かう栄養剤、再びのドキュメンタリー。なんだかんだでずっと食べてるとだいぶ少なくなってきた。このムクサバル、これ飲んでお肉に向かう。この行ったり来たりが俺を狂わせる。最初に出してもらったムクサバル、これで全て平らげてしまう。俺こういうドゥンカルビ食べに来たら必ず食べたいもんがあるよ。肉を食べたらチュルルっと流し込みたい。さっきメニュー見た時にすでに確認済みやねんけど、このムクサバルがなくなった今こそ頼み時やな。 사장님, 냉면 하나만 주세요. 냉면. 후식으로 드려요? 아니면 식사로 드려요? 식사로 주세요. 물냉입니까 비냉입니까? 아, 물냉. 식사로 물냉. 네.あれ、これもやしじゃない？冷麺にもやしってなんか珍しい。中には赤いタデギも入ってるし、混ぜていこう。締めの冷麺ではなく食事用の冷麺やから量はそこそこ入ってる。ドゥンカルビを食べてたら俺は麺類が非常に恋しくなる。結構麺が長そうやから4等分にしとこ。よしよし、完璧。心も急ぐ。そしてすぐさままた混ぜ混ぜ、ぐる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 。まずは味見程度と思ってたらかなり引き上げてしまった。急いでる心がすぐさま体にも現れる。チュルルと入っていく。いや、チュルルの量ではなくもぐもぐ。細めでコシのある馴染みの典型タイプ。もちろんすぐさまスープも蘇生効能のある万能薬。食道がすっきりした後はガマちゃんが泣いていた。もう俺の食道は化学反応の実験場。貴重な卵もパクリ。そうそう、冷麺を頼んだ一番の理由、これがしたかったんやから。まずはハサミで肉を骨から剥がす。もったいないのでくっついてるお肉は口の中へ直近。そう、お肉を一口サイズに切っていく。直近タギや。肉を一切れ。スキューバダイビング、これはライセンスが必要な裏技。正直ここで後悔してんねん。もっと大きく切っとくべきやった。でもこの相性は本物。最後になったドゥンカルビは全部入れてやる。これは本当に罪深い組み合わせ。小さく切ってしまった俺も罪深い。冷麺の冷徹な喉越しにドゥンカルビの油がずうずうしく割り込んでくる。燃える冷たさ。器を下げると口にはもやしが引っかかる。正直もうクライマックスになってるんやけど、一つ心残りがあんのよね。とりあえず飲んでから考えようか。グイッと。何かというと、辛いのってどれだけ辛いんやろ。ブルダックよりも少し辛い程度やったらいけると思うねんけど。これがコンベ。一人前だけ頼んでみた。
見た目はまあ辛そうやけどヤンニョムが絡められた感じよね。どうやろ、俺をビビらせようとしてただけちゃうん？じゃあ一本つかみあげる。匂いもそこまで辛そうな匂いはしない。いけるやろ。ビビりながらガブリ。言うても俺日本人の中でもめっちゃ辛いのはあかんけど食べれる方ではあるんやって。この人口目でこんなに辛いって結構マジで辛いやつやでこれ。どうしよう。とりあえず残ってる部分は口に入れる。もうこの段階で早くも正常な判断はできてはいなかった。なんか知らんけどずっとかじり続けてるもん。悶絶する姿をご覧ください。やっぱ助けてケランチムさん、こういう時こそあなたのお力をお貸しください。はあ、ちょっとはマシになったかな。嘘、やばい、全然止まれへん。動き見て、この動き何？水や水。すぐさま水を口に含む。ここから飲み込むことができない。飲み込んだら爆発してしまうから、今日のこの物語どうやって終わろう。飲み込んでもうたらまた来てまうから。もう考えることはできなくなっている。これはコンメじゃなくてめっちゃな。辛いのがお好きな人はぜひお試しあれ。社長さんに聞いたらこの辛さのファンも結構いるみたい。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。気持ち的にはもう瓶投げ捨ててまうで。だから最後の一滴まで自分の身の丈を理解しないといけないと思った一日やった。本日最後の一杯。やっぱりマクチャンゴには何か入れたい。もう辛さ分かってるし少しは慣れたんちゃうかな。ガブ。どうやろう。あかんかった。シンデバン駅から徒歩15分ぐらいの場所にあるドゥンカルビのお店。残ったこいつはご飯と一緒に炒めたら美味しく食べれる気がする。辛さはちゃんと選んだ方がええけど、あの肉のボリュームと歯ごたえは最高。いやー大満足や。帰り際店出てすぐの大通りに出ると工事してるな。何作ってんやろ。調べてみたら2027年予定で駅ができるらしい。今日のお店シンデバン駅からちょっと歩くし、これができたら来やすくなるやん。と言っても俺はシンデバンから帰らなあかんけどね。えらい坂道。辛さで転げ落ちる前に今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだが